どうもセブンメン侍でーす。今日は素敵な太鼓の誕生日今年でリモート撮影ということで今リモートでね収録してますけど、みんな髪伸びてるよね。ちょっと伸びた。確かにパーマも落ちたけど、バナさんパーマ継続されてるね。ちゃんと継続してますよ。髪洗ってないからただただチリチリになってるだけでしょ。もう誰が言えないね。背景と相まっていい感じになってる髪型。背景はもうしょうがない大人の事情だから。エロ本ばっか隠してるんだ。隠してないわ。でもなんかリンネおうち時間増えてからそのやっぱり編集するようになったよ、バナさん。I&TV をそうやっとバナさんパソコンでリンネできるようになったよ。リンネが止まりました。リンネが止まった。回線弱くないりんね。いや Wi-Fi ビンビンだよ。いやまあそんな感じで久々でねこう話も弾みますけど、今回近況をねちゃんとこうグラフで教えてもらいたいなと思って宿題が出てたと思うんですよ。出た。はい。ちょっとみんなで出し合いましょう。いやじゃあちょっと早速あれヤバナあれヤバナあれやばな。狙ったべ今の。おい何今のおいもうそういうのいらねえぞおい。ママ。ねちょっと一瞬だけ待っててもらっていいですか。やべえ俺もトイレ。やば自由すぎだろ。みんなせーのじゃあ今日は素敵な太鼓の誕生日今年で裏では多分一番真面目な冒険の誕生日。危ねえ間に合った。ということで太鼓誕生日おめでとおめでとう。おめでとう。おめでとうございます。見てリンネがフリーズしてる。大事なところか。う。なんと佐々木太鼓くん誕生日のドッキリでございます。おめでとう。おめでとう。ありがとう。お誕生日祝ってもらったよ。報告するな報報告告しなくていいから。ちょっと今回僕たち5人から、太鼓にですねちょっと手紙の方をやだ。読んでっていいっすか。いいよ。やめてやめようもう。なんでよ。じゃあとりあえず俺の24時間のあれだけ報告させて。いやいい。後でいいよ。とりあえず本当に帰ってきたのか太鼓は。いやゲームばっか。ゲーム。しかも就寝の週違うし。これじゃないの。涼しいだしそれ。ということでじゃあじゃあ順番どうするどうしようか。偉い順じゃないやっぱ。あじゃあリンネだわ。いやじゃあじゃあ早いリンネじゃあリンネから偉い順リンネだわ。はい。偉い順で。え水木？待って待って、なんで水木。なんで？なんで水木いんの？なんで水木なんで水木いんの？元気みんな。元気元気。なんで？どうした？撮影してて。てかさ水っこんさ俺に誕生日メッセージ送ってなくね。太鼓いつ誕生日？今日？今日。今日だよ。そうだよ。あ、おめでとうおめでと
適当。こら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 。あ、そうそうそう。サプライズなんだよね、実は。知ってた、太鼓の誕生日も。知ってる知ってる。今太閤の家に向かってるからね、水木。そうだよ。そういう映像これ。そういう映像。今からリンネが手紙読んで感動的なあれなんだけど、リンネが手紙読む。そうだよ。そう。そう。じゃあ、楽しんで。おう、ありがと俺の誕生日サプライズのをサプライズで超えないでみずっこ。ちょっと。ちょっと、私、抜けますね。う。あ、抜ける。ありがとうね。ありがとうね。主役持ってかれちゃうよ、これ太鼓やばいよ。いや、リモートの良さですね。嬉しいねうんいや、久々に水木とも話して。ね。そうだねね。みんなまあ変わんないね、やっぱり。変わんないね。ということで以上、いセブンメイサムライでした。おいおいはい、どうされましたどうされました。もう知らんぞ俺は。じゃあ気を取り直しはい、て気を取ってね。うんりんねくんの行きましょうか。はい。はい。太閤へ。太閤はギャップの塊で最高だよ。18歳にもなれば大人になっちゃうけど、太閤の末っ子キャラはセブンメン侍にはいないから継続してほしい。最近はあまり行けてないので、またいつものように焼肉に行ってネギタン塩を食べよう。食べましょう。あとダンスのアドバイスもしてね。PS ゆうとと仲いいけど、ゆうとはりんねのゆうとです。りんね。ゆうとは勝手にしてください。ゆうとりんだからね。俺のものではないんで。いや、ありがとうございます。ネギタン塩食べに行こう、またね。食べ行きたい。うん。太閤お誕生日おめでとう。うちの最年少の太閤がもう18歳という世間的に大人と言われる年になったことにびっくりしています。セブンメン侍結成当初は20時までしか太閤が仕事に参加できなくて、リハーサルもいつも途中で太閤だけ抜けて帰ってたよね。マネージャーさんに中学生以下は帰りなさいと言われてもやだやだ残るとダダをこねて大人を困らせていたガキンチョな太閤がたった 2,3 年ほど前のことなのにすごく懐かしく思えます。そんなガキンチョが今ではグループを力強く引っ張ってくれる存在で、最年長で一番先輩のはずの僕はいつも頼らせてもらいまくっています。ありがとうございます。いつも面白くてうるさくてドラムが上手くてダンスがかっこいい太閤ですが、実は心配性で裏では落ち着いていてクールでピュアで泣き虫の太閤ちゃんも好きなので、たまには頑張りすぎないことを頑張ってみてください。これからもずっとよろしくお願いします。ありがとうございます。いいね。まあありがたいんだけどね、ちょっと何？営業妨害っていうことをしてる。太閤へお誕生日おめでとう。直接祝ったことがないので、もしかしたら直接言うのは今回が初めてな気がします。なのでもう一度言います。お誕生日おめでとう。自分の弟とちょうど同い年なのに全く同じ感じがしなくて、弟が幼いのですか、それとも太閤が大人っぽすぎるのですか。ちなみに弟はあのような同い年は稀であると言っていました。太閤はある日の YouTube でレイヤに年齢にキャラが追いついていないと言っていましたが、太閤は見た目に年齢が追いついていないのかなと思います。うちのグループは最年長と最年少が年齢に置いていかれたり追い抜かされたりと振り回されているなと感じます。でもその分この先が楽しみです。素敵な18歳を過ごしてね。勝木より。ありがとうございます。いいね。いやほんとね、初めてよ。直接文面ではあるけど、もちろんちょっと恥ずかしそうにしてる。ちょっと恥ずかしそうや。これさ、書く方も恥ずかしいのよ。ちょっと次俺言っていいですか。そしたらいや、俺行くよ。じゃあコンピ行こ太閤、誕生日おめでとう。18になったのか、やっとだな。わら。たまにしてくるだるがらみはだるいけど、それ以外のノリは結構好きだよ。これからも頑張っていこうな。以上です。おー
コンピはいつもコンパクトでいいよね。なんかいい。残りやすい。じゃあラスト、うちの公園住まいの矢花くんで。誰が公園住まいじゃだから。太閤へ誕生日おめでとう。まだ18歳と聞いて驚きを隠せません。最初出会った時、太閤は中1で矢花くんなんて呼んでいたのに、その出会った夏の終わりにはおい矢花って呼ばれてた気がします。短い先輩面期間でした。早いよ。なんだかんだで人生で一番長く一緒にバンドをやってる気がします。これからも同じリズム隊として頑張ろう。矢花レイ。ありがとうございます。PS、昔太閤に貸した、とあるイベントで買った限定品のタオル、後日リハーサル上で、切り刻まれてスタッフさんに雑巾にされてたこと俺は知ってるよ。やば。ごめんマジで覚えてない。いやもう出会ってすぐぐらいの時の話よこれ。綺麗に3分割されてマジで雑巾に覚えてない。なるほどねえ、俺ちょっとさ、待って、俺ずっと今サプライズムードだったから言わなかったけどさ、なんでみんな服変わってないの？フレームアウトするせーので、その間にできるだけ派手な格好に着替えて再登場って台本には書いてあるはずなんだけど、俺しか服変わってなくない？ふざけんなよ。恥ずかしいね。バカみたいじゃん、俺だけこんな黄緑と黄色で。本当だ、派手な格好って書いてる。やべえ。太閤改めておめでとうございます、おめでとう。ありがとうございます。ということでね、まあ円グラフせっかく書いたんで、さっき太閤もちょっと見せましたけど、ちょっと改めてこの円グラフ企画に戻りましょうか。オッケあ、そうだね。りんねくんのちょっと円グラフを発表してください。はい。りんねくんのこちらでございます。まず、すごいね。 2時から11時半まで寝てて、14時から15時自由で、15時から17時アイランド TV の撮影、23時半から2時までアイランド TV の編集するっていうのがりんねの1日の流れです。毎日こんな感じなの？大体そすごいね。すげえな。じゃあ次ちょっと高さん見せて、似たような。俺こんな感じおカラフル。ちゃんと書いてね真面目さ出てるな。で、俺の一日は、昼から始まるから、授業とか勉強ちょっとして、で、基本的に1日1回ぐらいは料理するから、魚さばいたりして、で、5時くらいに寝てるね。う。遅っ。もう一個ちょっと縁じゃないんだけど、うんやばかった時は、食べて寝て動くのかける4セット。やばっ。相撲目指してる？次どうする？じゃあコンピあたりいっとく？俺言っとく？いっとこコンピ寝すぎじゃね？う。コンピめっちゃ寝てる。寝すぎじゃね？めっちゃ寝るじゃん。いや、俺ね、前まで寝るの嫌いだったんだけど、最近好きになったんだよね。いや、でもわかるよ。ここで大体ギターやってます。ギターこの辺で。夜か。うん。じゃあちょっと俺発表していいですか？やばいな。あ、バナさんか。あ、バナさん気になるね。じゃん。もう細かい。もういいよ、もう見づらいからいいやそう。だね、いっか。なんでおい、もう見づらいからいい。編集でどうにかしてもらうよそれは。説明したいやばな。したいかって言われたら別にいいんだけどさ。じゃあいいよ。ちょっと俺の円グラフ見てくんない？もう。うわ、もういらん、そういうの。お主1日12時間しかないよ。リネも最初ね、それで作ったの。めっちゃ犬吠えてない？俺ちゃ犬。慣れない人来ると吠えちゃうから、今多分宅配来たんだよ。あー、なるほど。俺だって最近妹と3人とか、家族でこうブロックを隙間なく埋めてスカーンって消したりするゲームとか、端から爆弾を置いてって倒すゲームとかやってるよ。結構だけどその昔からあるやつをやってく感じそだね。うていうか昔のドラマ今すごい見たい。めっちゃ見る。やってるよね電気。消えちゃった。どうしたやばの？あれ
おいさっきのドッキリで壊れたかもしれない。ちょっと見てきます。どうした？ちょっと俺黙らせてくんね、一回。静かにして。ちょっと支障出ちゃうからね。あれこれまた2回目のこれサプライズ？嘘でしょ？てかさ、太鼓何？リンネもさ、太鼓みたいなアイランド TV 撮ったけどさ、リンネの方がさ、弱いんだよね。何撮ったの？なんか、いや、リンネも水に濡れるっていうやつ撮ったんだけど、太鼓の見たらめっちゃ上げづらくなった。どうも、佐々木太鼓です。ありがとうございました。いや、マジで弱い。太鼓の。みんなせーの5月12日はリンネの誕生日の歌。マジ？え5月12日はリンネの誕生日。5月12日片手で22でも自称はリンネ笑いやしやちゃや5月12日はリンネの誕生日。5月12日片手で22でも自称はリンネIt was a kill when I have a birthday. Yeah! あ、マジ？嘘。待って、だって台本にリンネのやつないよ。太鼓より少し前5月12日に誕生日をお迎えしたということで、これはですね、いつ？二重ドッキリでございます。やば。太鼓知ってたの？知らなかった。あ、だよね。そうということで、これはですね、太鼓にドッキリを仕掛けつつもリンネ君にも誕生日のドッキリを仕掛けるということで、気づかんかった、それは。うまいね。二重でした。マそうなんですジ？リンネのなんで俺は祝われないんだろうなっていう顔を楽しんでました、ちょっと。うわ、うそ。いや、そんな当たり前じゃん。だってさ、レアさんのYouTuber やってさ、太鼓の YouTuber やってなんでリンネのないのと思って。そりゃ思うでしょ。確かにリンネそりゃ思うよ。すっごいしょげてたもんね。いやもうだから出ちゃってんだよ、顔に。もうそういうのが。嘘つけないからね。もう、ちゃんとねリンネ君にも手紙用意してます。マジ？そうですよやば。本当に？用意してる。太鼓もあんの？当たり前じゃん。やったわ。用意してるよ。じゃあ俺からいきますね。じゃあレアさんから。リンネ、お誕生日おめでとう。耳の穴かっぽじってよく聞いてください。カッポ知ってます。一つ、差し入れ欲張りすぎ。二つ、楽屋でゲームするとき独り言でかすぎ。三つ、楽屋で同じ曲リピートしすぎ。四つ、アイランド TV 無許可の挙句巻き込み事故多すぎ。5つ、意見が割れた時すぐ有利だと思った方に寝返りすぎ。6つ、RINCHAN 言えなすぎ。言えてるよ。7つ、いつも元気すぎ。8つ、本当に努力家すぎ。9つ、メンバー思いすぎ、姫のこと好きすぎ。10、本当に最高なメンバーすぎ、セブンメン侍にいてくれてよかった。11、これからもずっとよろしく、みんなリンネのことが大好きだよ、中村レイヤより。すげえ嬉しいじゃん。素晴らしい。以上です。重みがあるね。恥ずかしいけどなんかいい。嬉しい。いや、ありがとう。やった。いえいえ。じゃあ次、コンピ。俺指名制なのね。リンネ誕生日おめでとう。リンネはバンド連から急に仲良くなったね。ね、またね。天然っぷりが本当に面白い。これは真似できない強みだと思います。
たくさんみんなを笑わせてください。ありがと見てちゃんと輪廻ってかけてるからねこれ。う。そうちゃんとかけてる。いやコンピはほんとそうだよね。そのバンドレになってから一気に距離が縮まってね。2人でこもって練習とかよくしてたよね。確かに確かにずっと2人だったもんね。そうだわ。ずっと2人だった。そういうことか。りんねくんへ誕生日おめでとう。最初りんねくんと会った時の印象は正直、覚えていませんが、こんなに面白い人だとは思ってませんでした。確かに。で、僕が、このセブンメン侍に入る前からもなんだかんだしれっと誕生日にご飯に連れて行ってくれる優しい先輩っていうイメージです。でこれからも、りんねくんの面白いちょっとトンチキなアイランド TV の編集を僕にも、させてください。おおしたい。弟の矢花レイより。兄のりんねありがとう。そう嬉しい。自分から弟って言ってくれるの嬉しいわ。すごい推しがすごいからな、今日の推しが。いやバナさんありがとうございます。本当に。いえいえ、ありがとうございます。手紙っていいね。じゃあ俺読んじゃう。じゃあ太鼓。りんね、はいりんねはいつも元気だね。はい。正直りんねとの思い出は、焼肉を食べるかパンツ一丁でチョコレートとコーヒーが混ざった吸うアイスを食べてるところしか記憶にございません。はい、嘘だろ。食べてたいっぱい。正直セブンメン侍になる前までは一緒にグループになるとは思っていませんでした。言ってたね。はい。まあなんかセブンメン侍になる前からちょこちょこと一緒に仕事をし始めて、今ではパフォーマンスを支えてもらって、もうダイナミックなアクロバットしてもらって、本当にセブンメン侍のパフォーマンスがガンと上がってるなって思います。はい。これからも一緒にやってきたらなって思います。はい。以上です。はい、ありがとうございます。すごい素敵だったんですけど、彼は本当に何も知らないんで、すごい下見て手紙読んでる風だけど何にも書いてないからね。書いてないだろうね。もうこれだけだから今。頑張って書いたんだよね。まあでも本当に太鼓は1番2番争うくらいなんか本当に輪廻のなんか異変にすぐ気づいてくれるっていう、まあ本当にすごいメンバーをよく見てんなって思ってて、いや太鼓ありがとう。本当太鼓ありがとう。はい。りんね、お誕生日おめでとう。ジャニーズを愛しジャニーズに愛された男。エブリデイハッピー、エブリデイクレイジー。そのメンタルは鋼の腹筋よりも硬く、人との距離の詰め方はテンプの瞬足よりも速い男。でもそんなりんねが実は繊細なのを僕は知っています。おそらくここにいる誰よりも長くいるし、いつも相談をしに来てくれているからです。ただ最近は自分で解決することが増えたのか、あまり言ってこなくなりましたね。大人になった証拠なのかな。またいつでも相談してきてください。待ってます。お誕生日おめでとう。かつきより。PS、アイランド TV を撮るときは教えてください。はい、間違いない。嬉しいよ。本当にりんねは太鼓の誕生日企画って知らされて今日挑んでるから。ちょっと台本読んだ時って思った。俺は思ったよ。でもなんかいや思うでしょ。いいな太鼓って思って。いや本当みんなありがとうございます。ちょっとさっきさ、みんなが消えた時、もう2回目はって言ってたの。あれこれまた2回目のこれサプライズ？嘘でしょ？それだけちょっとカットしてもらっていいですか？なんで一番恥ずかしい。恥ずかしいからちょっと。あ、そういうこと自分のこと思ったよね。先週の答えは自由の女神。今週はこちら。はい、かつき、レア、りんね、太鼓、ダメだよ山名やっちゃう。これが面白いんだから。よかった。